日本を愛した外国人たち。明治の日本で珍しい体験をした外国人女性がいる。元薩摩藩主、島津家の5人の子息の家庭教師を務めたイギリス人エセル・ハワードだ。ハワードは1901年、明治34年から1908年まで日本で過ごしている。彼女が招聘されたのは、ドイツ皇帝、ウィルヘルム2世の皇太子の家庭教師を務めた経歴を見込まれたからだった。しかし、ドイツよりはるかに遠い異教である日本に、単身で渡来して働くのは、女性にとって相当な決意が必要だったに違いない。そのため、教え子たちが利発で、英語の上達も早かったのは、彼女には心強かっただろう。風俗習慣の違いに戸惑いつつ、彼女は次第に日本の生活に馴染んでいった。ハワードは日本の盆栽の美に目を留め、鎌倉の大仏の表情に心を動かされる。襖を開け閉めする時の日本人の作法が非常に優雅なことにも気づく。1904年に日露戦争が勃発すると、彼女は新橋から汽車に乗るとき、出征兵士が家族や親戚と別れの挨拶を交わす光景によく出会った。ある士官と妻のよそよそしい別れの場面を見た彼女は、最初、なんと冷淡なのだろうと驚く。そこには感情表現がなく、愛情に欠けているように思えたのだった。その士官は妻と子に敬礼して黙って立っていたが、汽車が動き始めると、ハワードから一番遠くの席に座った。他に乗客がいなかったので、彼女が視線を向けると、士官はひどく青ざめていて、むせび泣く声が聞こえたかと思うと、その体は崩れ落ちたという。これは私にとって一つの教訓になった。それは、日本人の別れ方の典型的なものであって、一見極めて冷淡に見える態度は、深い感動の産物に他ならないのである、と彼女は記している。戦時中に日本人が見せた、国旗心と自制心に、彼女は感銘を受けた。兵士たちはもちろんのこと、女性たちも、兵士と同じ気概を見せたと彼女は述べている。社交的生活はぱったり中止され、娯楽や保養の類は一切禁止された。彼女たちは勝利の日が来るまで、じっと歯を食いしばって苦しみに耐え、我慢し続けたのである。ハワードは、それを国民の魂の美しい現れ、と表現している。さらに、彼らの物事を当然のこととして受け入れる態度や、その独立心と全く死を恐れぬ態度は、西洋人も見習うべきでないかと思うと記し、日本人の素晴らしい慎み深さと、強い愛国心が、日本を世界で最も優秀な国の一つに発展させたと称賛したのだった。